Wi-Fi 使えないし、苦戦し、マジで最悪ですね。なんと24時間かけてホーチミン到着しました。宿紹介したかったんですけど、思ってたより疲れてたみたいで、あれから2日経ちました。で、今日からホーチミン観光していきます。観光っていうよりはベトナムの歴史を学ぶみたいな感じです。ということで、1箇所目は戦争小石博物館ってとこ行ってきます。チケット買って入るみたいです。ここですね。4万ドンでチケット買いました。すごい、入って早々戦車とか置いてありますね。実際に使われてたやつみたいです。すごいな、思ったより綺麗だな。で、もともとベトナム戦争は南北で分かれて戦ってた戦争で、北に中国がバックについてて、南にアメリカがバックについてるっていう感じの戦争です。ということで、中入っていきます。こういう感じなんだ。ここから説明不足だったので補足します。そもそもベトナム戦争は1955年から1975年に起こった戦争で、第二次世界大戦に次ぐ世界で2番目に悲惨な戦争の一つとして知られていて、アメリカが歴史上初めて敗北した戦争です。そもそもなんで戦争が起きたかっていうと、簡単に言うと思想の違いです。国がお金を管理する社会主義と、個人がお金を管理する資本主義っていう考え方が分かれていました。で、当時ベトナムは社会主義の国で、そのためアメリカは思想が逆の社会主義のベトナムを資本主義の国にしないといけないと考えて、アメリカが戦争に加わったことで被害が大きくなります。すごい簡単に話してますが、実際はもう少し複雑です。それでは本編に戻ります。すごい、この写真めちゃくちゃいい写真ですね。北と南で分かれて戦争をしてて再会した写真ですね。日本の方いました。ベトナム戦争に反対する日本の方とか、支援する方もう載ってますね。誇り高いですね。当時使われてた旗とか写真とかが残ってますね。ここは当時の写真がありますね。心が痛いですね。すごい、この顔絶望してる感じがもう伝わってきますね、写真からでも。ひどいな、本当に。あれ黒すぎでしょ、これやばいでしょ。手榴弾の発射装置で殺害された方みたい。原型をとどめてないですね。これもやばいな。人を戦車で引っ張ってるっていうことですよね。ガチでやばい。やっぱり最近の戦争だからカラー写真もありますね。やばすぎでしょ。子供も一緒に、赤ちゃんとかも一緒にいますね。ちょっとグロすぎるな。爆弾の犠牲者みたいです。ちょっとえぐいな。いや、ちょっと体調悪くなってきたな。やばい。うわ、やば。
グロすぎるな。これが実際使われてた銃ですね。ここはアメリカ軍が使った枯葉剤のことについて書かれてますね。で、アメリカ軍はベトナムが木が多い地域で進軍が難しいということで、そのたくさん生えてる木を一斉に枯らしてしまおうということで枯葉剤を使うんですけど、この枯葉剤がやばくて、まかれた場所で育った植物を食べたベトナムの方が影響を受けてしまって、奇形児とか何十年にもわたって影響を与えることになります。ここにはその奇形児の方の写真が載ってますね。カラーですね。しかも年代的にだから僕たちに近い世代の方々ですね。うわー、やばいな。いや、博物館思ったよりやばかったですね。その当時の戦争の写真とか、被災された方とか、さっき説明した枯葉剤の後遺症の方々の写真とか、その経緯とか、その後の人生とかいろいろ書かれてて、もうめちゃくちゃ胸が痛いですね。何が怖いって、その戦争が僕たちの、おじいちゃんおばあちゃん、人によってはお母さんお父さんが生きてる時代にその戦争が行われてたっていうのが、もう悲惨すぎて、もうすごすぎて、ちょっと言葉出てこないんですけど、ベトナムを知る上で、来てよかったのかなとは思います。で、次に歩いてベトナム戦争が終戦することになった場所に向かいます。急げだるいな。絶対金取られるやん。なんか勝手に靴を磨き出した。いらないって言ったんだけど、絶対金取るじゃん。いらない。It's okay. No thank you. It's okay. I don't have money. Yeah. Thank you. いや、もうマジでいいって。これまたやらかした感じですね。絶対やらかしたな。あとちょっと、もうそこなんですけど、あとちょっとのとこで引っかかりました。Thank you. Okay. おはよう、ありがとう。最悪でかい金しかねえんだけど。ありがとう。予想通り金は取られました。ああいう時はもう強引に走るしかないですね。もう最悪。はい、ということで到着しました。ここが統一街道っていう場所ですね。チケット買います。はい、ということでチケット6万5000ドンで入れました。広いな。で、白い大きい建物が昔の大統領官邸ですね。で、戦争はここにあるフェンス、今は新しくなってると思うんですけど、このフェンスをこの2台の戦車が大統領官邸に入ったことで戦争は終結します。だから歴史的場所ですね、ここは。
ということで中も見ていきます。オーディオガイドもつけられるみたいですね。ここが会議とかをしてた場所になります。お偉いさんがね、ここは食事会場だったみたいですね。ここに当時の写真があります。すごい、寝室の中にも入ることができて、当時使われていたであろうドライヤーとか香水とか、こっちは洗面所、トイレとかですね。映画館もあったみたいです。あとはピアノとかビリヤードとかあったみたいです。はーい、ヘリコプターもあります。うわー、すごい当時のやつですね。キッチンもありました。中華風のキッチンですね。火力強そう。うわ、すごい、今の同じ感じじゃん。もう台も似てますね、今の台と、使われてる台と。これなんだろう、釜？オーブン？元料理人としてちょっと気になりますね。はい、ということで統一街道、一言で言うと階段がきついです。エレベーターもあるんですけど金かかるんで階段で行ったんですけど、クーラーついてないし6階ぐらいまで階段で登らないといけないんで、めちゃくちゃきつかったですね。ということで明日口トンネルっていう実際に戦争で使われてたトンネル見学しに行きます。ということで明日またお会いしましょう。ウェーイ。皆さんおはようございます。今日は口トンネルツアー行ってきます。ワンちゃん。ツアーが2種類あって、朝から始まるのと昼から始まるのがあります。今回は朝のツアーに参加します。ちょっと時間ないんで、はい、ごめんなさい。このバスに乗っていくみたいです。人を口トンネル到着しました。チケットもらって今から行きます。口トンネルなんですけど、北と南で戦ってた時に南側に北側の兵士が市民に潜んでそのアメリカ軍を苦しめたっていう場所です。ちょっと見づらいけど、あれが使ってた穴っぽいです。ああいう感じで自分で草を木の上に蓋にかぶせて自分で蓋を閉めると。すごいわからなすぎる、これは。入る。 Okay, okay. Just only like this. I can't fit down. Yeah, yeah, can fit. There's no way. Yeah, just only standing there. やっぱベトナム人みたいな小柄な人しか入れないみたいですね。Yeah, you'll get that. Do it. Just come on, party, come here. You're really unhappy for them. That's why they're gonna support for Americans. Yeah. And at that time, more than 20 years American over here, you don't know if they're gonna have their own methods for propaganda. And it is up. 中は1人分、本当に人1人分しか入らないぐらいの広さで、ずっといるのは結構きついかもしれない。これが実際に使ってた罠みたいで、刃の先にはこのムカデの刃の先にムカデの毒とか蛇の毒とかを塗って
それに刺さった兵士っていうのは基本的にもう切り落とすしかないから、殺すっていうよりは戦える兵士を減らすっていう目的だったみたいです。怖いね。で、芝生みたいになって分かりやすそうだけど、実際は枯れ葉とか、ここにある枯れ葉とかを巻いて使う、こういう感じだよね。こういう感じで多分分かんなかったと思いますね。相当アメリカ兵を苦労させたみたいです。いや、実際こんな密林で戦うってすごいですよね。怖すぎる。どこにいるか分かんないですもんね。こういういろんなトラップ使って苦しめてたみたいですね。これはドアに仕掛けて使ってたみたい。怖すぎでしょ。ドア開けたり壊したりして入った時にこれが作動して刺さるみたい。トンネルの内部みたいで、もう川につながってたり仕掛けもあったりして、もう相当苦労したみたいですね、アメリカ兵は。で、ここで寝たり作戦会議したりして、上からの空爆とかもこの口トンネルで耐えてたみたいです。今からトンネル入ります。ガチ？ここ行くの？お前は狭っ。やばすぎる。こんな感じです。Yeah, let's go. Let's turn the fucker. もういいわ。この暑さの中戦うのはマジでむずいと思う。てかすごいと思う。すごい、実際使われてた AK も撃てるみたい。ってことで今から AK 撃ってきます。なんか甘くないさつまいも食べてるみたいな感じ。銃撃つのめっちゃ高かったけどいい経験になりました。マジで高い。ただ弾の数を選べるんで、安くしたい人は弾少なくしていいかもしれない。ちょっとよく分かんなかったから適当に言っちゃった。はい、ということで今途中で降りてお昼会場みたいなところ来て、お昼はツアーにはついてないので自腹で払う感じですね。で、料金はフォー頼んだんですけど75,000ドンなんでちょっと高めですね。まあ食べない人は食事会場行かないで休憩場所みたいなところで待機するっていう感じです。皆さん、無事に戻ってきました。ツアー自体は2000円で行けます。安すぎ。今回ホーチミンはベトナムの歴史を知るために来たんですけど、博物館で知的に学ぶことができたし、実際今回戦ってた現地に行ってどういう状態で戦ってたとか、実際にトンネル入ってみたりとかして、肌で感じることができたので、ベトナムの歴史が分かってとてもいい経験になりました。皆さんも旅行する時とかその国の歴史とかを学んでから行くと、その国の文化とか価値観とかが分かるので、
歴史を知ってから観光に行くっていうのも結構面白いです。なんで今回結構メンタル的には結構来たんですけど、ホーチミン来てよかったなっていう感じです。もうこれでベトナム編終了になります。で、次行く国がカンボジアになります。飛行機と陸路で行けるんですけど、今回、陸路でバスで行きます。で、ビザとか取らないといけないんで、まだいろいろやることがあるんですが、今日は疲れたんでこの辺にしたいと思います。またカンボジアで会うか、ビザ取るところを取るかは分かんないんですけど、またお会いしましょう。バイバーイ。